ます。こっちこんばんポテトで今日もデートぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、CMF の抜け出しをチームスタ別に見てみようやっていきたいと思います。前回の動画こちらなんですけども、今回はですねこれの、続きというかね、これが大前提分かった上での話になっていきますので、まだ見てない方見てください。具体的にはですね、このビエラの動きを見ながらチームスタイルの特徴とかも見ていこうよみたいな感じになっていきます。CMF のね使い方とかビルドアップの仕方特徴とか、あとは守備ですねの参考にもなればなと思いますので、よろしくお願いいたします。検証方法ですね。検証方法はキックオフを使っていきますよという形です。でダイレクトでフォワードにボールをねこんな感じで返します。でその後のビエラの動きを見ていきますよという感じになっていきますよ。でフォーメーションはこんな感じ、541でですね、もうこの条件にねできるだけ当てはまるような形ですね。結構もうだから極端にもうビエラが上がりやすい状況を作った状態でやっていきたいなと思います。でこれ大前提なんですけども、あくまで極端なシチュエーションを元にね CMF そしてチームスタイルの特徴をつかもうよっていう回なので、これ実践的じゃなくねとかそういうことを言ってるんではないので、よろしくお願いいたします。さあショートカウンターから見ていきましょう。こんな感じで上がっていきますよとかですね。はい、勢いよく上がっていきます。でその後なんですけども、その後はある程度前に残った感じですかね。はい。でショートカウンターはね割とこんな感じで前に行く人もいれば、パス受けでねこれ横で待ってる後ろで待ってる人もいたりするので、バランスが良かったりするんですよね。どんな戦術とかでも合ってきそうな感じの動きはしてるかなと思います。次です。ロングカウンターですね。ロングカウンターはこんな感じでぐわーっと上がっていく。この辺まではちょっとショートカウンターと似てるかな。でその後なんですけど、見てください。ビエラねこう何度もこう裏抜け出しこうやって何度もやってるの分かりますかね。これは結構いいところですかね。でこの後ですね結構早送りしちゃうんですけど、こんな感じで、はい、そうするとですね意外に降りてくるんですよ。センターサークルぐらいまで降りてきてるんですよ。さっきのショートカウントより全然近いですからね。はい。ただその後はちゃんとね降りてきたらぐわっとまた行くという感じですね。この辺はこのシンプルだけど強いこんな動きがしてるのがわかるかなと思います。そしてポゼッションですね。これがまた結構面白くて上がんないんですよ。見てこう上がんないのよ。ただねこれ実は少しやり方を変えるとこれです。他の選手がパスをするとはい前に行くんですね。ただねこれ上がるというよりは前でパス受けするに近いかな。裏抜けをしようとはしてないんですね。はい。なのでこれ2つこんなにちょっとした違いなんですけど、パサーになると折り返し待ちみたいな動きが優先されるのかなと思います。なので別の選手がパスすれば上がるみたいな感じですかね。でじゃあポゼッション裏抜きしないのかって話になるんですけど、実はそんなことないんです。こちらです。ちょっと前でパスをするとこんな感じで上がってきます。だいたいハーフラインあたりぐらいかな。もちろんね状況によってはそこは前後するかなと思うんですけど、こうなってくると裏に抜けたりもすると、ちゃんと裏抜けの動きはしてますよね。なので自陣側ではねパス受けするけど、相手自陣側だと裏抜けしたりとかそんな形になるっていうね、ポゼッションの動きも覚えておくといいかもしれません。サイドアタックですね。サイドアタックはこんな感じでねぐわーっと上がっていきます。基本的にはねこんな感じでショートカウンターと動きは似てたかなと思います。ただこんな感じでサイドにね、開いていたりするっていうそこが違いますかね。ショートカウンターがこう中央に寄っていったと考えると、サイドアタックはやっぱサイドにね寄っていくって感じになりました。てか最後いる？もう一個いる？一応やっとくロングボールこんな感じです。はい、こんな感じでね上がっていきますよっていう感じなんですけど、これみんな上がっちゃうんですね。これ前に3人今いますけど、このうちボランチ DMF2 人いますからね。アンカーでも上がっちゃったりしますからね。なのでロングボールはね結構本当にビルドアップのタイミングが結構命です。でね、あとはさらにここに加えて厄介なことが一つだけあります。それがこちらです。わかりますかねこれね、中盤いないのにセンターバックめちゃめちゃ前来てるんですよ。要はですねこれ敵のフォワードがこんな感じ一人で孤立して、これだからボール取られたら一貫の終わりですよね。はい。なので取られなきゃいい話なんですよ。そうなんですけど、こういうの危ないよね。試合中1試合として 100% ビルドアップ成功させるかっていうとむずいよねっていうところはあるかなとは思います。はい。
実はロングボールに限らずこういうことになることはあるんですけど、すぐ修正されたりとかねしますね。強いて言うならポゼッションはちょっとこういうことになりやすいですかね。はい、なのでその辺をね、ちょっと意識してあげると良いかな。はい、というところで今日はちょっと結論とか特にないので最後まとめておきたいなと思います。はい、ということで最後まとめていきましょう。まずショートカウンターですね。こちらに関してはバランスが良くてどんな戦術でも合いそうな感じはしました。状況に応じてね何でもできるというのが最大の強みになってくるのかな。逆に言えばですね、いろんな選択肢をちゃんと持っておくっていうことが重要なのかなと思います。一辺倒でねずっと同じ攻撃しててもなかなか難しい部分が出てきちゃうんじゃないかなとは思いましたね。はい、次がロングカウンターですね。ロングカウンターはシンプルなもう攻撃で押し切るって感じですかね。もうタイミングさえ合っちゃえば正直誰でも点取れるっていうかね、相手が誰でもかなり上手くても強いディフェンダーがいても取れちゃうみたいな形になるかなと思います。実際ねこう試合時間オンラインとかで言うと6分とか試合で考えると正直一番理にかなってるかもしれないですね。短時間でちゃんと結果を出すって意味では、ロングカウンターが一番理にかなってるのかなとは思いました。であとはですね、いろんな選択肢っていう感じではないので、初心者の方にも割とおすすめな戦術になってくるのかなとは思いますかね。次ポゼッションですね。ポゼッションに関してはショートパスが主体で自陣では特にパス受けで敵陣ではねここにプラスアルファで裏への動きもちょっとねついてくるよっていう感じになっていきます。という意味では緩急がつけやすいのがポゼッションの良さなんじゃないかなと思いました。後ろでねパス回しながら急にポンってね前に縦パスくさび入れていくようなイメージですかね。それを生かすためにもですね結構やっぱ意外と重要なのはためをつけれる技術みたいな部分も大事なのかな。もちろん選手の能力はもちろんそうなんですけど、一瞬ためを作るっていうねトラップの方向とかだと主にねそんな形になってくるかなと思うんですけど、そこをちゃんとねこっちにトラップすれば取られないみたいなのを見極めるみたいな技術もかなり重要な一つになってくるんじゃないかなと思います。ドリブルでねすごく抜くっていうことではなくてね一瞬ためを作るっていうのも結構重要なんじゃないかなと思います。次サイドアタックですね。バランスが良くてショートカウンターに割と似てます。似てるんですけどそこに加えてねサイドも上がっていくような動きをしてくれますよという感じなんですね。でこれに関してはサイドはもちろんなんですけどセンターも割とね上がってくれるっていうところが結構強みになってくんじゃないのかなと思います。なので、ポイントとしてはセンターの使いどころですかね。センターのどこで経由させるかとかそういったところの使いどころをここうまく使えるとサイドもねより強くさせるような形になってくるんじゃないかなと思います。ロングボールは変態です。以上。はい、ということでですねまとめてきました。こんな形でちょっとね意外に文字化すると良くないですか。意外とねなんかこれを全部頭に入れろっていうとちょっとそれは現実的じゃないかなと思うんですけどちょっとこういう特徴あんだなとか自分がこうなんか攻撃うまくいかない時にね一回立ち返ってみるとか、もしくは守備がうまくいかない時にどういう相手攻撃してくるのかなみたいなところとかねいうのはちゃんと見返るきっかけになるかなと思いますので、ぜひこういうところを参考にしてみてください。で今回これプレースタイル変えてもねそんな変わらないですね。ちょっとプレーメーカーだけ若干ねポゼッションで見たような動きに近い時があるのでそこだけ注意っていう感じですけどね。はい、でもその以外の CMF に関してはどれも同じような動きをしてたかなと思います。で今日言ったのはあくまでこの一つのねシチュエーションをもとに僕が特徴をまとめたみたいなイメージになってますから、皆さんの捉え方違くていいと思います。僕としてはこういうことかなみたいな感じで捉えてますから、皆さんの意見はあっていいと思いますから、その辺をね参考にして見ていただければなと思います。ということで今日の動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方でね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでね最後ちょっと雑談して終わりたいなと思います。はい、ということでここから雑談になっていきます。なんかさっきみたいにさ意外にこう文字でこう見ていったりとか実際の動きを見ていくと結構おもろくない？こういうの結構いいと思うんだよね。参考になると思うんでぜひ参考にしていただければなと思います。てかさロングボールなんだけど、ロングボールずっとね僕どうにかできないかなと思ってやってはいるんですが、なかなかねちょっと技術が足りなさすぎて全然無理なんですけどそうだね、ロングボールちょっとアプリだとねちょっとピッチ狭すぎんのかなとか思ってたりは最近してますかね。さっきのポゼッションの動きみたいに自陣にボールがあるときは割とパス受けしてくれるみたいな動きがねちゃんと追加してくれればねもうちょっとロングボール使いやすくなると思うんだよね。なんかねそこだけちょっとねもったいないなっていう気はしておりますが、
でもですね、ロングボールのね、唯一魅力があるとすればですね、基本的に例外なんですね。どの戦術とかでもね、割と例外なんですよ。なので、それがむしろ魅力みたいな感じはあるかな。もう型にとらわれないというか、もう自分だけの正解を探すみたいな感覚になってくるので、そこはちょっと、イフトを楽しむって意味では面白いかもしれませんね。はい、というところでしょうかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はですね、CMF ビエラの動きを見ながらチームスタイルのね、動きっていうのを見ていきました。こうやってね、チームスタイルで見るのもね、なかなか面白いと思うので、今回やっていきたいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。